これは他の誰の奇跡についてでもなく、今、この動画をご覧になっているあなたの奇跡に関するお話です。人生に自分自身でどのような奇跡を生み出すことができるかを明らかにし、今まで自分が不可能だと思っていた物事がどのようにすれば可能になるのか、その方法をお伝えしていきます。私は人生の中で現実に奇跡がやってくる方法を考え、奇跡に満ちた創造的な人生を送るには何が必要かをつぶさに検討してきました。今の私にとって奇跡は起きるから信じるものではなく、分かっているものなんです。そしてこの分かっているということは、実は誰もが体験したことがあるんです。例えば、何ヶ月もの間自転車に乗らなくても、いざ乗った時には過去に覚えたことを自然に思い出している。ペダルを漕ぎ出せば、細いタイヤの上で体はうまくバランスを保つ。体も心も全く緊張することなく、思う存分走ることができる。きちんとバランスを取ろうと目標を立てているわけでもないし、自分は乗ることができるんだと信じているわけでもありません。ただ、自分の中の感覚で分かっているのです。これと全く同じことが奇跡にも言えるんです。信じたり、目標を設定したりするレベルではない、もっと高い、新たな場所。自分の中にある分かっているという場。まさにこの部分が奇跡を生み出すんです。人の奥深くには無限の可能性を持った場所、つまり高い意識の世界が存在します。ここにたどり着くことができれば、奇跡を生み出すことはたやすく、現実の世界で自分が求めていることのすべてを実現させることができます。この場所に限界は存在しません。ここにいれば、自分が常にあるべき時、あるべき場所に正確にいると感じることができます。この高い意識の世界では、人生の目的はとてもクリアに見えます。人間関係はぬるま湯的な関係ではなく、精神的に支え合う新しい段階へと変化を遂げます。仕事の上でも自分の努力が流れるように進行し始めるので、次第に迷わず決断を下せるようになるでしょう。また、体の毒素も抜けていくので、肉体的にもずっと健康になっていくのです。この高い意識レベルを作り上げるには、そこに到達しようとする強い意志が必要です。自分自身が覚悟を決めて内なる変化を起こしていかねばなりません。これからお伝えすることは、とてもパワフルな心の旅になると思いますが、この力が現実の物質世界に影響を与えていくのです。そしてこの目に見えない心の旅によって、次のような新しい認識へと導いてくれるでしょう。自分には限界があるから、究極の現実と自分の可能性は無限。自分は遺伝、環境、運に支配されているから、自分の現実を作り出すのは自分。知識や経験は五感を通してのみ得られるから、高い意識状態に到達すれば、本能的な目に見えない力に導かれていく。世の中には自分より幸福な人々がいるから、すべての貴重な経験から自分で幸運を作り出すことができる。人生は混沌としているから、混沌にも秩序がある。完璧な秩序に支えられている宇宙には偶然はない。これらに衝撃を覚える人もいるでしょうし、そんなわけがあるものかと拒絶する人も大勢いるのは分かっています。でも、これらはすべて私が人生で実践している真実なのです。こうした考え方を自分の中に取り入れ、実際に働かせて、自分自身に奇跡を起こす方法をお伝えしましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は、準備が整った人に奇跡はやってくるという本をご紹介します。著者のウェイン・ダイヤー博士は、アメリカの心理学博士で、個人の生き方重視の意識改革を提唱し、世界的な大ベストセラーを何冊も生み出しています。本チャンネルでも以前に9日間プラスのことだけ考えると人生が変わる、運のいい人だけが知っていることという本をご紹介させていただいておりますが、このダイヤー博士によって書かれた本書は特に精神に重きを置き、
五感を超えた世界を意識して生きることで、自分が望む生き方、つまり奇跡を歩むことができるということを教えてくれる本なんです。ダイヤー博士によれば、奇跡は起きるから信じるものではなく、わかるもの。そして奇跡がわかるようになるためには、準備を整えておくことが重要だというのです。すでに紹介した2冊と同様に、とても骨太なスピリチュアルの本となっており、いろいろなことを考えながら、じっくりと相対し合うことができる内容になっております。思ってたよりもかなり深く濃い内容で読み応えがありますし、読んだ後の今までの常識と異なる考え方を手に入れた感はとっても大きいものになっています。本動画ではそんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。勇気を出して一歩踏み出した先で見えてくること。人生には一箇所として不必要であったり不完全だったりするところはありません。本当に幸せな人生を送っている人々は皆、いわゆる災難や事故と思えることでさえ、宇宙全体の目的に従ったものだと考えています。つまり、偶発的に見える出来事も、すべて自分が一歩高く進むための階段だと考えているのです。自分の人生体験すべてが高い意識へ向かうための旅だと考え、今一度人生を見直してみましょう。そのためには、次に挙げる3つの道を想像してみてほしいのです。第1の道、なぜ自分だけがこんな目にから脱皮する。精神的、金銭的、あるいは肉体的に辛い状況が生じたとき、人はなぜ自分がこんな目にと思うもの。しかし、それを乗り越えたときに振り返ってみて、なぜ自分があのような困難な道を通らなければならなかったのかがわかるのです。ことあるごとになぜ私ばかりがと繰り返している人は、せっかくの苦悩から何のメッセージも受け取っていません。彼らに素晴らしい奇跡は起こるはずもなく、一生非生産的な堂々巡りが続いてしまいます。第2の道、結果を追うだけの生活では。第1の道を認め、苦難から学ぶことを知った人は、偶然などというものはない。私が今体験していることは、すべて何らかの理由で、私が次の段階に進むのに必要なんだ、と悟り。さらに、今なぜこんなことが起きたのかはわからないけれど、この体験から何を引き出せるか、と自問するようになります。これが第2の道です。この変化が生まれれば、人は自分の不運を呪うレベルからは完全に脱し、いい結果を生み出すことに意識を集中させることができます。そして、結果に向き合って生き、一つ達成されると、また次にもっと大きな結果を追うようになるのですが、ここではまだ本物の奇跡が生まれることはありません。実はさらに第3の道が必要なのです。第3の道、大きな使命を持つ。人には大きな使命があると知ること、一生をかけて追求できる目的を持っている人ほど困難に耐え、それに打ち勝てる人はありません。そして使命と共に歩み続けること、これが人生に奇跡を生み始める第3の道なのです。本当の奇跡を体験するには、物の見方を結果思考から目的思考へガラリと変えねばなりません。この新しい考え方に納得できるかどうか、もし全く受け入れられないと思うなら、第1、あるいは第2の道に後戻りするしかないのです。過去のすべては必然。物の見方を結果思考から目的思考に変え、目的を持って歩み始めるには、まず永遠ということについて考えていきましょう。肉体は有限ですから永遠を経験することはできませんが、人は永遠の概念をどこかで分かっているものです。それは思考、意識、魂などと言い換えてもいいかもしれません。この無限の想像力を体感するトレーニングをご紹介しますので、皆さんも一緒にやってみてください。まず、すべてのものは
宇宙の英知の一部として存在していると想像してみます。次に、10年前の自分を詳しく思い出してみてください。どんなことを考え、どんな服を着て、何を感じ、誰に愛されていたか、その時体験したことが現在の自分をどれほど形成しているでしょうか。そして次にさらにその10年前に遡ってみましょう。当時の経験や思いの一つ一つが以降の自分にどのように影響しているでしょうか。この精神的なトレーニングを行うことで自分の内面を深く見つめたり、瞑想したりする能力が高まります。最終的には幼児期の記憶まで遡ることになると思いますが、素直に振り返って考えてみれば、すべての体験が現在の自分につながっていることが分かってくると思います。ここでは、そうした一つ一つの経験を判定し、好きだ、嫌いだ、あるいは認める、認めたくないというふうに批判しようというのではありません。感じていただきたいのは、あなたがその時点で体験したり考えたりしたことは必然だったということ。すべてが目には見えない形で寄り合わさり、現在のあなたが存在するということ。そして、これは変えようがないということ。人生は永遠の中の幕合劇のようなもの。舞台はあなたの人生。あなたが生きて考えている間は上演されており、死の瞬間に幕は閉じ、再び永遠の中に取り込まれていきます。そのような儚い人生のうちに大きな使命を認めたとき、つまり目的を見出したときに、これまでの世界観は音を立てて崩れ、新しい見方が生まれます。もう人生に疑いを抱くことはなく、大きな目的に向けて考え方や行動がすべて一致してくるでしょう。信じるのではなく、実感する。私が言う奇跡を起こす対象は自分の能力です。なぜ自分にはできないと自分で限界を設けているのか、その理由は何なのか、それをしっかりと調べてみることが先決です。本当の自分は目的を持ち、そこへ向けて精一杯努力していく過程で完成されると信じましょう。ただ奇跡の存在を信じるのではなく、自分の体で実感することができるようになって初めて、今まで不可能だと思っていたことが可能に変わっていくんです。奇跡の力を身につけるための柱となる7つのポイントが存在します。このポイントをいつも心に留めておくだけで、自分の中の奇跡の力を引き出す助けとなるんです。自分の中の見えない力を信じる。人間の肉体を含むこの宇宙には、目に見えない生命力が溢れている。このことにもっと意識を向けてほしいのです。惑星が一定の規則で運行しているのも、あなたがあなたであるのも、すべては同じ宇宙の知恵のなせる技でしょう。この宇宙の知恵には、境界や次元は存在しません。思考や想像、夢、空想、感情に境界や次元が存在しないのと全く同じなのです。この宇宙の生命力は人間の一部であり、永遠に尽きることはないんです。このパワフルで神々しい、しかし目には見えない力が自分の中にあるのだということをまず知り、全面的に信じること。これが先決です。人生は考えているスケールで決まる。思考はあなたの中で生まれ、形作られます。過去も未来もこの思考の中にあります。思考こそが健康や財産はもとより、自分の世界の細部までを作り出すのです。人はその人が想像している人生を送るだけなのです。今の自分の考えが自分の人生をいかに奇跡と程遠いものにしてしまっていることでしょうか。目覚めた人生への一歩を踏み出すには、このことをじっくり考えてみましょう。よくよく考えてみて初めて、なんだ、正反対の考え方だってできるじゃないか、とわかるものです。奇跡は誰にも起こりうるのですから、あなたが体験したって何も不思議なことはないんです。自分の限界は心の曇りの産物に過ぎない。人は目に見えるもの、科学的に証明できることだけを信じますが、
科学的とは、その人間の時代の発達レベルを言うに過ぎません。いつか私たちは地球上を分単位で一周することができるのでしょうし、惑星間の旅も現実となるはずです。その可能性はすでにここに存在します。ただ、技術が不足しているだけなのです。その可能性を今信じるか、科学の発展を目の当たりにするまで信じないか。ほんの半世紀前までは、テレビのリモコンスイッチも、オンラインで映画を見ることも、電子レンジが各家庭に備わっていることもありえないことでした。しかし、そうした奇跡を生む可能性は大昔から存在していたのです。この半世紀に技術の発達が追いついただけのこと。心は無限。このことをしっかりと受け入れてください。今、自分は奇跡の途上にいる。宇宙全体は知恵の体系を成しています。肉体という宇宙は驚くほど完璧に動いている数多くの体系からなっており、これもまた知恵の体系です。思考や感覚などといった目に見えない部分も自分の中の知恵の体系の一部、ある意味自分自身がその知恵そのものと言えます。当然自分自身とは切り離せません。そして人には生きる目的があります。選んだ分野が何であろうと、その分野で奇跡を生み出すことのできる道の上にいると知ること。ただ、そのことを自覚しましょう。過去の自分とはきっぱり手を切る。自分の弱点についていくら考えても弱点はなくなりません。では、どうすればいいのか。方法はただ一つ。弱点を置き去りにして新しい自分へと続く扉を通り抜けていく以外にはありません。そのための第一歩として、まず思考の中で踏み出しましょう。今まで自分が関わってきたありとあらゆる問題からすっかり自由になった自分を思い浮かべてみましょう。次に、私は変われないといった考え方や、そうした考え方を裏付けるような行動は捨ててしまいましょう。そして、後ろを振り返り、もうあんな風に生きることはないと、冷静に眺めている自分を想像するのです。これができて、初めて前へ進むことができるんです。できることにもっと頭と目を向ける。不可能なことにずっとしがみついているより、可能性に大きな道を開いてほしいのです。今は心の中のイメージを変えるだけでいいでしょう。現実の世界を変える必要はありません。ひょっとしたら自分にだってできるかもしれないと思えるまで、自分の心をオープンにすること。まず心の中で可能だと思う。それができなければ可能性も開けません。論理の籠に閉じ込めない。論理的、合理的でないことに頼るのはどうも、という人もいるかもしれません。しかし世の中には、論理や科学的証明とはまさに無縁のレベルが存在します。科学的であることにこだわる人にちょっと考えてもらいたいのは、思考や夢や感覚は触れることも見ることも嗅ぐこともできませんが、それでもそうしたものは確かに存在しますよね。ミクロの世界が顕微鏡の発明まで証明されなかったように、魂の存在も健康鏡の発明まで証明されないでしょう。でも、魂の奥深くのレベルの何かしらが、私たち人間の一部を成していることは、なんとなくわかっているものです。見るまで信じない人は多いのですが、信じるからこそ見えてくることもあります。想像したことは全部作り出すことができる。誰でもこの世界に人生の奇跡を起こすために必要なものすべてをすでに持っています。自分の感覚を通して見ている世界は自分が存在しているから存在しているということを常に知っておきましょう。眠っている時には夢の世界が自分にとっての現実です。夢に出てくる人も夢で何をするのも自分が作り出しています。同様に現実の奇跡の世界を作るのも自分なんです。本物の奇跡を手に入れるにはこれを理解することが重要です。自分の心の問題に立ち返り注意深く見つめていけばスピリチュアルな変化が起こってくることに気づくはずです。そして自分自身のみならず周囲の人々にも
奇跡をたくさんもたらしていくことでしょう。ここまでの内容で第1章の途中までをかいつまんでご紹介したのですが、全8章ということを考えると、本書がいかに深く濃い内容かがお分かりいただけると思います。残りの7章で用意されている様々なワークを続けていくと、古い自分から抜け出し、なりたい自分になれ、ドラマのような出会い、富や才能、健康な体を手に入れることができるようになるという内容になっております。本書は宇宙的な俯瞰した視点の話から、ぐっと人によったミクロの話まで、焦点がいろいろと変化していきますし、翻訳書独特の言い回しがあったりと、鼻歌混じりで気軽に読める本ではありません。ですが逆に、文章の中にある著者の意図を確かめながら、その本質を自分の中に引き出していくような楽しみが感じられるんですよね。読んで、考えて、また読んでを繰り返しながら8章までたどり着いた時には、著者が言わんとしていることを感じられるようになっています。さらに、繰り返し読むことで理解が深まり、文字通り、奇跡というものがわかるようになっているのではないでしょうか。私たちの常識を変えていくような内容だけに、じっくりと本と向き合いながら読んでいけるこのスタイルが、むしろ自分の血肉になっていくような感覚でいいなって思いました。自分のステージを上げてくれるような一冊ですので、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。